皆さんこんにちは。今日の動画は普段の料理や日常を撮った動画になります。最近は毎日暑くて献立を考えるのも嫌になっちゃうこともあると思いますが、ぜひ毎日の料理の参考になれば嬉しいです。最近は庭で育ててる夏野菜もいろいろ取れるので、その収穫したきゅうりとかトマトとか、あとスーパーで買った夏野菜とかいろいろ使って毎日料理を作ってます。これはスーパーで買った甘唐辛子です。甘長唐辛子です。見た目はピーマンとししとうの中間みたいな感じなんですけど、食べた感じもそんな感じです。今日はお味噌汁は煮干しと昆布で出汁を取っておきました。煮干しは頭と綿を取って、昆布はそのままお水に昨日から浸しておきました。甘長唐辛子は唐辛子と名前に入ってるんですけど、辛くは全くないんです。ししとうを大きくしたような感じでジャンボししとうとも呼ばれてます。ピーマンとかししとうと同じようにベータカロテンとかビタミン C を多く含む野菜です。お味噌汁には昨日茹でておいたこのほうれん草を入れようと思います。あとこれは冷凍しておいた油揚げです。あとこのトウモロコシは昨日食べようと思って茹でておいたんですけど、お腹いっぱいで食べれなかったので、今日はこれもお味噌汁に入れようと思います。今日はえのきの梅あえも作ります。夏はさっぱりしたものが食べたくなるので、最近はよく梅干しとかお酢とかを使った料理をよく作ってます。梅干しの酸味成分には疲労回復効果もあるので、夏バテにもおすすめです。えのきは石突きを取って半分に切ります。そして耐熱容器に入れて電子レンジで加熱します。加熱時間は600ワットで3分半ぐらいが目安です。
今日のメインはこの厚揚げとさっきの甘長唐辛子で炒め物にしようと思います。厚揚げはキッチンペーパーで余分な油を拭き取って食べやすい大きさに切ります。私は朝ごはんに結構厚揚げを食べることが多いんですけど、焼くだけでも美味しいし、煮物とか炒め物にもいろいろ使えて手軽にタンパク質も取れるのでよく使ってます。そうしたらフライパンに油を薄くひいて厚揚げを並べて焼いていきます。空いてるところに切った甘長唐辛子も入れていきます。今日はこの甘長唐辛子を使ってるんですけど、ピーマンとかししとうで作っても美味しいと思います。甘長唐辛子は少し火を通した方が美味しいと思うので、蓋をして少し蒸し焼きにしていきます。そしたらさっきレンジにかけておいたえのきができたので、梅干しを加えます。梅干しは種を取って包丁で叩いておきます。そうしたら叩いた梅干しをえのきに加えて混ぜます。削り節も加えて混ぜます。味見をしてみて、もし味が足りなければ醤油を少し足してください。そして厚揚げの方はいい感じに焼き色がついてきたら調味料を加えます。調味料は醤油大さじ1半、酒大さじ1半、砂糖小さじ2です。そうしたらさっと炒めて全体に調味料を絡めます。最後にごまを振って完成です。実は最近ぬか漬けを始めました。何年か前にやった時は失敗してすぐやめちゃったんですけど、今回は結構いい感じにできててよく食べてます。基本は庭で採れたきゅうりとかナスをつけるっていう感じです。人参もよくつけるんですけど、人参はあんまり家族には人気ないです。ちなみに容器は野田ホーローのものを使ってるんですけど、
このサイズは大きすぎず小さすぎずっていう感じでとても使いやすいです。私は冷蔵庫で保管してるんですけど、冷蔵庫でもそんなに邪魔にならないサイズ感で気に入ってます。概要欄にも載せておくので、もし気になる方は見てみてください。いただきます。はい。こっちいいでしょ。な、ちっちゃい。エビ。でもお姉ちゃんだ。そうでしょ。今日はキッチングッズもいろいろ買ったので、それも紹介していこうと思います。ちょっと前に届いたものもあるんですけど、動画で紹介しようと思って開封しないで撮っておきました。まずこの塩コショウを入れる瓶です。今使ってるのがちょっと蓋が錆びてきちゃっていて、この蓋がないタイプでホコリが入りそうなのも気になってたので、新しいものを買ってみました。こんな感じでちょっと丸みがあるような形で、この蓋の部分が回転できて調味料が出てくる量を調節できるようになってます。そして使わない時はこの穴がないところにしておけばホコリも防げると思います。あとはこのヘンケルスのペティナイフも買いました。ちょっと前にこの普通のサイズの方の包丁を買ったんですけど、これが結構良かったので、この小さい方も買ってみました。フルーツを切る時とかに使おうかなと思ってます。あとはこのシリコンの製氷皿です。よくニンニクのみじん切りとかを製氷皿に入れていつも冷凍保存してるんですけど、普通のプラスチックのものだと冷凍した後に固まって取り出しにくかったので、このシリコンのものを買ってみました。こんな感じでとっても柔らかい素材でできてて、そこから指で押せるので冷凍した後も簡単に取り出せるかなと思います。
蓋もとっても柔らかいんですけど、結構しっかり閉まります。あとはこの排水口のネットホルダーも買いました。今使ってるのが結構網目が細かくて掃除が大変だったり汚れがたまりやすくて、ネットで探して良さそうだったのでこれも買ってみました。ついでに排水口の蓋も新しく買ってみました。こんな風に排水口のネットを取り付けて使うんですけど、とってもシンプルな作りになっているので掃除もとっても簡単そうです。でこの排水口の蓋はステンレスでできてます。水が流れやすいように真ん中に溝があるのが特徴です。今使ってるのがちなみにこれなんですけど、網目がとっても細かいのでなかなか汚れが落としにくかったです。新しいのをセットしてみたんですけど、サイズが合ってるかちょっと心配だったんですけど、ぴったりはまったので良かったです。これから使っていこうと思います。ちなみにこの調味料の瓶なんですけど、こうやって真ん中の部品をつまむと簡単に分解できます。なのできれいに洗えて衛生的に使えると思います。よく乾かした後に塩と胡椒を詰め替えてみました。これから晩ご飯を作ります。まずはお味噌汁から作ろうと思うんですけど、具材は冷蔵庫に残ってたたけのこと全菜を入れようと思います。全菜は小さいハマグリです。千葉県の九十九里で5月から8月くらいまでだけ取れる貝です。汁物に入れると出汁が出てとっても美味しいです。お酒も少し一緒に入れます。そして今日はカツオを買ったので、みょうがとしそを刻んでのせて食べようと思います。庭で育ててるしそが毎日たくさん取れるので、しそはたっぷり刻んでのせようと思います。15枚くらい切りました。お味噌汁はほうれん草も入れました。今の時期のカツオは脂が乗ってて、お刺身で食べるととっても美味しいです。カツオは赤身の魚なんですけど、海でたくさん泳ぎ回ってる魚で筋肉が発達しているのでタンパク質が豊富です。あと貧血に役立つ鉄分や不飽和脂肪酸の DHA も豊富に含みます。
あとは副菜のサラダを作ります。今日はトマトときゅうりの塩麹マリネです。さっき庭で取ってきたこの育ちすぎたミニきゅうりを使おうと思います。最初に塩を振って板ずりしておきます。こうすると表面のトゲトゲを取ったりとか調味料のなじみを良くする効果があります。きゅうりは乱切りにして、あとはトマトも適当に切ります。きゅうりと同じぐらいの大きさになるようにするといいです。調味料は塩麹大さじ1半、お酢大さじ1半、オリーブオイル大さじ1です。調味料を加えたらさっと混ぜて、これで出来上がりです。そしたら後で盛り付ける時まで冷蔵庫で冷やしておきます。あと今日はお刺身だけだとちょっと物足りない気がするので、豆苗と豚しゃぶの煮浸しも作ろうと思います。豆苗はこうやって根っこを水に浸しておくとまた再生するので、節約にもとってもいいかなと思います。そしてフライパンに水 300cc、 白だし大さじ3、みりん大さじ2を入れて火にかけます。煮立ったら豚しゃぶを入れてほぐします。アクが出てくると思うので、それは網ですくい取っておきます。そうしたらお肉を片側に寄せて、空いているところに豆苗を入れます。豆苗はすぐ火が通るので、くたっとしてきたらすぐに火を止めます。このメニューは火にかける時間がとても少なくてあっという間にできるので、夏にもおすすめのメニューかなと思います。ちゃんと準備されてるね。なんか今ピッてなったこれ。待って待って。揃えてる。今日カツオパーティーじゃん。下手じゃない？なんかかけ方。大丈夫。これでいいか。早く飲みたすぎてね。ちょいやつだから、もう早く飲みたいからって、もう間違えてね、間違えたね。じゃあいいんじゃない？なんか暑いと思えば冷たいと思う。
今日はこの昨日取ったナスがあるので、これはお味噌汁に入れようと思います。ちなみにナスはあんまり栄養がなさそうなイメージもあるかと思いますが、ナスにはナスニンとかクロロゲン酸といったポリフェノールを多く含むのが特徴です。強い抗酸化作用があって体内の酸化を防いでがんや動脈硬化の予防に役立つと言われています。いつものこの冷凍の油揚げも一緒に入れます。あと冷凍しておいたきのこもあったので入れました。あとは冷蔵庫にネギもあったので、これもお味噌汁に最後に入れようと思います。今日も庭で採ったトマトを切って食べようと思います。トマトは熟すと甘みが増して美味しくなるだけじゃなくて、リコピンが増えて栄養価も高まります。スーパーで買ってきたトマトがちょっと硬いという時もあるかと思うんですが、そういう時は少し常温に置いて追熟させてあげると美味しくなるし、栄養価もアップします。今日はピーマンの塩昆布炒めを作ります。ピーマンは細切りにしておきます。今日は卵焼きを作ります。卵4つ、白だし小さじ2、水大さじ2をボウルに入れて混ぜ合わせます。卵を混ぜるときはお箸の隙間を空けて平行に箸を動かすようにするとよく混ざります。そうしたらフライパンにサラダ油をひきます。卵焼きを作るときは卵を入れたときにジュワッと音がするぐらいまでよくフライパンを熱しておくとふわっとした卵焼きになります。そうしたらピーマンも卵焼きのフライパンで炒めていきます。塩昆布はいろいろな料理に使うんですけど、ピーマンに混ぜると塩昆布のうまみでピーマンの苦みが抑えられてとっても美味しくなるのでおすすめです。最後に白いりごまを振って出来上がりです。
ん？次8やろ。できそうなの？できそうなの？
袋？私オレンジジュースとかリンゴなんか透き通ってるきなの。ね。